ルレバーコースインです。予選ヒートではいい追い上げを見せていました岸井空司がちょっと乗り上げというようなこともありまして順位を落としてしまいました。それに伴って順位を落としてしまったのはゼッケン10番のブルガリアレーシングの吉田光大です。力がある選手です。このマイクロクラスでぜひともいい結果を残してもらいたい、そう思っているのはどのドライバーもどのエントラントの皆さんも同じだと思います。このマイクロクラス APG で共にスキルを高めていきましょう。決勝ヒートどのようなレースになってくるか。ポールポジションからはゼッケン5番チーム AYT からのエントリーです。藤井翔太、その横も障害を取っている。それでは記録の決勝ヒートにスタート。ポールからの藤井翔太にスタートを決めていきまして、そこに踊り出てまいります。2番手にはリー海夏澄、3番手につけておりますのはスターティングオーダー通りでしょうか。3番グリッドからスタートをしていきました佐々木海夏が佐々木義人が現在3番手、そして4番手につけております9番77番風はエンゾイエです。ダイナフューチャーシードからのエントリー、自分の中にも遠征を重ねていますエンゾイエで現在4番手です。5番手にはゼッケン38番をつけていますすごい技術と1つポジションにありまして現在5番手です。一方でポジションを落としてしまったのが5番となっております鈴木めぐみでしょうか。今ホームストレートに戻ってまいります。スタートをしていきました藤井翔太、ポールからスタートした藤井翔太がトップをキープしています。2番手に3番手には秋とエントとトップ集団は7台で少しも切れ目のない状態でトップ集団は7台、その後ろの塊なんですけれどもアウトにダートに足を落としてしまったのはそして4コーナー立ち上がりでスタートしてんだ。これは酒井龍太郎です。再スタートをすぐに決めていきます。狙っていたそんな気持ちが現れるようなアタックでした。逆にポジションを落としてしまったのが悔しいところ。さあそしてトップが最終コーナーからホームストレートに戻ってまいります。さあ切れ目のない状態のままトップから7番手の浜辺バネが一段です。その後ろ8番タラペイが岸軍司で吉田光大が一気に上がってまいりました。吉田光大すごいですね。12番グリッドから上がってまいりまして現在9番手。ここからの追い上げ期待していきましょう。さあそしてトップ集団の中で4コーナー早くもインサイドにマシンを抜けていったのはゼッケン38番の坪井勇気だ。ポジションを上げることができたかどうかまだまだ分かりません。この一段オーバーテイクがあってもそのギャップすぐに詰めていきます。さあそしてそのトップ集団の後ろには岸優司が単独で走行しています。岸優司このままでいきますとトップ集団に追いついてくるかもしれませんね。その後ろの単独なのはゼッケン10番の吉田光大上がってまいりました。これはトップ集団が9台に上がってくるかどうか。さあそして奥の3コーナーたったの状態で藤井翔太の後ろにつけています。藤井翔太としてはプレッシャーも感じるかどうかどうなんでしょうか。どんな思いでこの集団のトップ集団を引いていくんでしょうか。さあそして5コーナー抜き合いがオーバーテイクかシーソーバトルが始まりましてこのトップ集団7台の後ろの3台が前とのギャップが広がりました。というのは5番手争いが行われているためです。さあそしてトップ4と5番手争いというような形に変わってこの5番手に躍り出てきたのはうまいクロスラインを狙っていきました。ゼッケンは38番の88番の浜辺正樹です。さあそしてトップが変わってきた奥の3コーナーです。2番手にいましたリー海夏がマイライン乗りでインサイド飛び込んでいきまして2番手それ以上に飛び込んでいきました。狙っていったのはその後ろの佐々木義人だったんですけれども藤井翔太もマイラインを取ってきました。2番手さあそして8コーナートップは動かない。その後ろの5番手集団の4台も動きません。浜辺正樹はこの周回でションを落としましてキシフスの後ろというところまで
なっております。現在ハーマズは8番手、5番手にはすごい、その後ろが鈴木めぐみ、岸修二、浜辺正樹と、この4台が5番手争いです。トップはリー海夏澄、そして G、そしてその後ろに4コーナーややタイトに入っていこうとしていますが、佐々木でした。レッツ4が、そして5番手争いが、インサイド飛び込みました5コーナー、浜辺正樹が岸封じを捉えて今日も一つ上げていきます。トップ集団4台、その後ろ走ってきたか、そして38番の坪井の後ろには岸ですね。その後ろの鈴木めぐみと浜辺正樹の7番手争いでした。さらに後ろなんですが、吉田光団がおりまして、ニューマンチーが、そして松井沙羅がですね、上がってきております。遠藤新と、そして酒井龍太郎と続いています。13台でのバトル。一度トップを奪われました藤井聖太が再びトップに立ち、現在トップ集団は5コーナーから、そして6コーナーへと向かっていきます。トップ4と5番手争いのこのギャップなんですが、1秒4あります。ここが決まってくるかどうか。ただ、後ろの集団の方が速かったりするんですね。なんといっても岸表示のベースライン、岸表示は45秒台を出しています。現在ファステット、先ほどの周回では岸表示がファステットを更新していました。さあ、そして松井沙羅が今ホームストレートを通過していく。7周終了、8周目へと入ってきています。どのドライバーも結構ベストを出してきている、そんな局面にやってまいりました。先ほどまで1秒4あったそのギャップがトップ集団のトップ4とその後ろの集団とのギャップが伝わってきた。そして岸封じがですね、このトップ4のこのグループに加わらぬかというところまでやってまいりました。そしてトップが今最終コーナーからホームストレートに戻ってきます。エントはポジションを上げまして、佐々木を捉えたエントが3番手に上がり、佐々木は1つ順位を落として4番手です。5番手岸封じ、6番手争いがすごい鈴木めぐみ、浜辺正樹、そして吉田光団も追いついてきております。さあ、一体4コーナーへと差し掛かってくる。この藤井聡太は昨シーズンは CV でいうヨーロッパでのレースにも参戦しておりまして、そしてなんといってもグランドファイナル2年連続代表となっている人が強いんですよね。その後につけているのは鈴鹿選手権で勝っておりましたこのリー海夏が今2番手に来ています。そして岸封じは3番の佐々木を捉えて4番手に上がってきた。すごいですね。8番クレストからのスタートですよ。こうしてマイクロクロスとしては天才格でもあります岸封じがこうして決勝ヒートでしっかりと結果を残してくる、そんなドライバー、バトルにも強いドライバーになってまいりました。そしてご覧のように今4コーナーから5コーナーへと差し掛かってくるところ、やはりトップ集団は5台になっております。騎士を含めた5台がトップ集団、その後ろなんですけれども、坪井佑樹が6番手単独というような感じでしょうか。ですね、38番で今最終コーナー。さあ、そしてトップ争いです。藤井聡太とリー海夏の新生バトルが間もなく始まりそうです。1周終了11周目と入っています。1周終了11周目、マイクロクラスは14周でのバトルです。残り10回は今週スタートは藤井聡太ですが、その後ろのリー海夏、そして岸封じは3番手に上がっている。岸封じ競争台圏内まで上がってまいりました。でもまだ分かりません。岸の後ろにはエントがいて、さらには佐々木も来ています。佐々木は昨シーズンのランキング3位、そして別点3番をつけています。こうなってくるとレースは中盤、競争台争いになってまいります。トップ争いから動いてくるか、それとも後ろのバトルが始まってくるのかどうか。3コーナーへ抜けていく。佐々木がちょっとついていけないか、ペース的にはちょっと前の予選よりも遅れてはいるものの、しかしバトルが始まれば分かりません。まだ分かりません。4コーナーから5コーナーへと向かっていく。これもまだ動かなそう。
くとすれば一発で決めたいところ。マイクロクラスだってそうです。クラスのレベルが上がれば上がるほどそういったものがあるとは思うんですけれども、もう一発で決めていきたいこの瞬間はいつ訪れてくるのか。ボンネットオートに戻ってくるトップ5。前日終了13周目と入りました。残り周回は2周です。残り周回は2周。どの点を覚えてくるか。リーカートが来るか。3コーナーで出た。動いてくるのは切った。リーカートが動いた。リーカート、リースタルデートに出まして、リーカートが届いた。4コーナーと下ってくる。4コーナーと下ってくる。リーを先頭としたトップ集団は目立つ。2番手に藤井、3番手に岸優治。藤井聡太がコーナーで動いた。ついてきたかったのは岸優治ですが、リーカートが2番手で戻った。藤井、リーカート、岸優治、そして4番手にはエンゼイユ、佐々木という一切切れられない状態で、今最終コーナーからオートパレード、そして最後のステート突入です。マイクロクラス APG チャレンジや開幕戦、トップチェッカーは、そして優勝を進めていくのは藤井聡太となるのか、もう定年を飾っていくのかどうか。しかしそれを許してくれないのがリーカート、再び3コーナーで入りかけるが入りきることができる。戻ってスローコーナー狙っている岸優治4コーナー。最初とここはかなり厳しいところなんですけれども、5コーナーで飛び込んでくる。しかしここはオーバーテイクには至らない。逆に回転数ちょっと落ちたところで2番手とのギャップが広がった。その後ろからエンゼイユが狙っている。3番手争い、小平台の一角を出て戻ったのか。そしてトップ争い、リーカート、クロス、そして今最終コーナーでついに系列に乗っかかりました。藤井聡太、お父さんへのプレゼント、そして元気を与えるような勝利でした。トップチェッカーは 10.5 番のチームMITSUSADA、藤井聡太。2番手には8番スーパーチップスリーカート、あとわずかでした。そして3番手には95番のKTバズズ、岸優治。そして4番手にエンゾイエが結果を受けていきまして、5番手には佐々木、そして6番手には38番のKTバズすごい勇気、88番の浜辺真希は7番